馬に乗るのも疲れるもんね。お風呂用意してるから先に入ってきたら？我は後でも構わんぞ。そんなの2人で入ったらいいんじゃないの？夫婦水入らずでいい考えでしょ。さあ2人とも荷物を置いたらお風呂に行くよ。ちょっと待て、イチ。我はその後でも良いと言ったではないか。後でも先でもどっちでもいいよ。みんながいてなかなか2人きりになれなかったでしょ。ほらお姉ちゃん、早く早く。人の話を絶対にこちらを見るなよ。絶対だぞ。アホ、少しは努力せい。何をわけのわからんことを。それはそうだが、なんだか貴様のその余裕は。うつけめえ。貴様のいた世界とやらも風呂はあったのか？貴様が我のもとに来てもうどれほど経つのか。呆れたやつだ。人事のように言いよって。鬼のことか。それは我も同じだ。だからこそ手を尽くそうと考えているのだが、正直迷っている。まずは和葉と合流する。その考えは間違っていないとは思う。だがそれが本当に正しいことなのか確信が持てんのだ。我のやり方で本当に人を守ることができるのか。もしかしたらより良い方法があるのではないか。迷ってしまうのだ。
案外冷たいやつなのだな。すまぬ、冗談だ。ちゃんと分かっているさ。少し嬉しくてな。我を支持すると、そう言ってくれた貴様の言葉が我を勇気づけてくれたのだ。ありがとう、健介。どうした？ダメ？湯あたりでもしたのか？そういえば顔が赤いな。おい、健介、どうした？そんな風に言われるのは、なんだ、少し嬉しいと思ってしまうが、だが、待って、まだ心の準備が。ダメ、ここじゃ、いや、お布団の準備ができたよって、二人ともそんなに離れて何してんの？なんでもないぞ。そうなら別にいいけど、それじゃ宴が始まるまでゆっくり休んでね。健介、旦那、別に夫婦なのだから、そういうことも我はちゃんと受け入れる覚悟はある。だから次はもっとちゃんとしたところでだな、お願いしたい。待ってる。じゃなくて、もう知らん。よい。なんだ、風呂でも行ったが、我らは夫婦なのだ。一つの布団で寝るぐらい当然のことだからな。よい、ほら、さっさと寝るぞ。ええ、知っていますか？月には2つの顔があるということを。月は聖なるものと称えられる一方、月は邪悪なものに力を与えるものと忌避されてもいるのです。今宵は満月。月の魔力に煽られて悪魔どもが活性化するとき、この国のどこかで罪なく力なき人々が悪魔の犠牲になっているのかと思うと、
お強いのですね、健介殿は。どういうことです？いえ、健介殿のお言葉、心に強く響きました。ですが、そんな健介殿の考えや生き方を人は強いというのです。人は得てして自分自身のことはよくわからないもの。己だけが己のすべてではなく、己は他者の心の中を反映し、己でも他者でもないところに形成されていくもの。だからこそ皆が健介殿のそばに集まるのです。だから健介殿はそれでよろしいのではないかと。ただのざれ言です。さあ、お話はこれでおしまいにして、共に宴へ向かいましょうか。いた！お頭！もう遅いですよ。ごちそうの準備できてるんですから、早く早く！見たこともない食べ物がずらーって並んでましたよ。なんでも近江の名産だとか。確か船寿司って言ったかな。はい、独特な匂いでなんだかすっごく幸せになっちゃいました。ヘチマはあまり好きではありませんけど。なら私はご飯ヘチです。お米は大事です。誰もが笑顔になる最高のごちそうですもん。それでは久しぶりのお姉様との再会を祝して。そうだな。考えたくないから考えていない。確定なんですか？本気説教を食らったら穴という穴から血を垂れ流して死ぬっていう伝説の柴竹お家流説教ですか？説教で死んじゃうの？怖いよ。案ずるな、しかと取りなしてやる。それは分からんが、まあ頑張れ。お頭のお心遣いに感謝です。お姉ちゃん、どう？近江の名物尽くしの料理の味は？美味であるぞ。お姉ちゃんの好きそうなのたくさん用意したから、たくさん食べてね。ありがとう、イチ。もう健介様、じっと見られていると落ち着かないです。
鬼のことですか？月齢といえば今はちょうど満月の時期。それがどのような影響を及ぼすのでしょうか？この城にまで現れるかもしれないと、そうおっしゃりたいのですか？小谷の城は詰めている兵も多いですし、普通の獣ならば人の多いところに好んで姿を現すことはしないでしょう。はい。しかし獣も成長します。しかも広北に現れる鬼は集団で出現しているそうですから、尾張の鬼よりも知恵がついているものと見て間違いないでしょう。鬼を操っている者は鬼を使って一体何を企んでいるのでしょうか。強い力を手に入れた者の典型はやはり天下を狙うということでしょうが、さてそこまでは分かりませんが、一つだけ分かることがございますよ。鬼の楽園を築こうが天下を狙おうが、鬼を使って人に仇をなそうというのならば、それは人と鬼が戦をするということです。戦となれば鬼だろうが人だろうがやることはそう大して変わらないでしょう。まず一つ、拠点。次に兵隊。そして交通。鬼の動きを推測するときにはこの3つを中心に考えればよい。今鬼の動きは各地方によってバラバラです。都や江南では多く、次に江北で散見され、尾張美濃ではまだ本格的には動いていない。これだけで鬼の行動範囲が絞れます。つまり都を中心にゆっくりと広がっているということです。まとまった数の鬼を揃えるためにはその鬼たちを収めておく拠点が必要となる。妥当ではありますが、都は賢きところが増します聖地。五山によって霊的な結界が張られております。各所に神仏を配置し、幾重にも結界が張られていますから、おそらくは大丈夫かと。事実洛内では鬼の動きはほとんどないと聞いておりますし、拠点化は無理ですね。次に考えられるのは各地方に向けて道が伸びている交通の要所でしょう。東海道、東山道、北陸道が合流する近江などはまさに理想の拠点になり得ます。観音寺の六角氏が鬼に滅ぼされたなどという話はとんと聞いておりません。今はまだ鬼もそれほど力を持っていないのかもしれません。ですが織田には未だ無事でありますし、尾張美濃も三月様たち豪の者がいらっしゃるので安心でしょう。しかし六角、北畠などは少し怖いですね。いないとは申しませんが、豪の者一人がいたところで10匹の鬼に囲まれてしまっては多勢に無勢でしょう。しゃぐりを入れますか？お頭としのちゃんが何やら真剣な話をしているのに、私たちだけお気楽に食事なんてできませんよ。そうですよ。私たちだって健介隊の一員なんですから、真面目なお話をするときはちゃんと呼んでくださいよ。
それでどうしましょう？あれもこれもって手を出せば失敗するのがオチですもんね。お兄ちゃん。へへ、何のお話してたの？そうなんだ。じゃあいつと遊ぼうよ。お昼に約束してたでしょ。もちろん果たし合いだよ。遊ぼうお兄ちゃん。好きにせい。僕は構いませんけど、お兄様大丈夫なんですか？位置はこう見えてかなり強いですよ。わかりました。位置、お兄様に怪我なんかさせちゃダメだよ。そうは言っても手抜きはしたくないもん。うん。